解説動画200回を記念して、レベル志望、アナイト・イン・ルーマニアを解説していくよ。ツッコミどころが多すぎる。まずは部屋の外観。レベル志望は、ルーマニアにある地域に似た空間で、リミナル効果のある異常な変化があるんだ。あれ？至って普通の街中ってところだな。次に、レベル志望について説明するよ。レベル志望の生存難易度はクラス。てっきりクラスデッドゾーンかと思ったけど、全然違った。次に、レベル志望の特徴について説明するよ。レベル志望は、4つのゾーンに分かれていて、奥に進めば進むほど、環境がより劣悪で危険なんだ。ああ、ダンジョン系の空間なのか。ちなみにレベル志望は、レベル11と密接な関係があるらしく、レベル11のサブレベルか、もう一つのレベル11の可能性があると、言われているんだ。似た要素が全然なさそうなんだが。また、生存者たちはレベル志望のことをトラップ空間とも言っていて、この空間から脱出するために、後に説明する拷問のようなゾーンを通り抜ける必要があるかららしいんだ。レベルの名に恥じなくなってきたな。それじゃ、それぞれのゾーンについて説明していくよ。まずは、ゾーン1、ザシティ。ゾーン1は、ルーマニアの都市ブラショフに似たようなところで、空間内はクリスマスの雰囲気になっているんだ。平和そうな空間だな。似たところとはいえど、ルーマニアの国土面積に匹敵する空間面積があるんだ。ゾーン1の時点でそんなに広いのかよ。ゾーン1内では、1日のサイクルはなくずっと夜の状態で、クリスマスってのも相まって、空間内の気温がマイナス5度に保たれているんだ。食材の保存には困らなそうな気温だな。ゾーン1は、2000年8月12日に一般人のウルトラボニーによって初めて発見され、基地の入り口は全てゾーン1に通じていることが分かったため、レベル志望に訪れると、必ずゾーン1が出発点となるんだ。もうここで暮らせばいいんじゃね？確かにグミの言う通り、ゾーン1はある程度居住可能で、肉やアーモンドウォーター、普通の水など、何年も持つ物資があるんだ。寒ささえしのげばなんとかなりそうじゃん。でも、竜巻や酸性雨などで建物の崩壊が頻繁に起こり、最悪、空間全体が徐々に悪化していくこともあって、空間内をさまよいすぎると、急に気を失ってしまい、目覚めた時には元の場所に戻ることもあるらしいんだ。平和そうに見えてこの時点で結構劣悪だな。次に、ゾーン2、ザ・フォレスト。ゾーン2は、ルーマニアの森林地に似ていて、真っ赤な空と遠くに赤っぽい建物が見えるんだ。一気に雰囲気が変わるな。このゾーンは2001年1月24日、MEG の工作員ダディエ15によって、レベル発見直後に発見され、このゾーンは木々によってほとんどの部分が遮られているため、ゾーンの詳細はほとんどわかっていないんだ。そもそもこんな奥地に行く人が少ないからなんじゃね？ゾーン2内の湖や川、池は水の代わりにリキッドペインでできていて、草も驚くほど湿っているため、草がリキッドペインで濡れているのではないかと結論付けてる人もいるんだ。気軽に触れちゃいけないやつ。森を抜けた先にある建物は、明るい色の壁と真っ白な床の抽象的な壁で構成されていて、ほとんどの建物にザ行楽地ドーンズがはびこっているため、生存者が建物の中に入らない限り、このゾーンは安全だと思われているんだ。むしろ建物より森の方が安全なのか。ザ行楽地ドーンズは、道の理由で建物から出られないってのもあるね。次に、ゾーン3、ザウードランド。ゾーン3は、ゾーン2に似たような森のようなエリアなんだけど、どっちかっていうとルーマニアにあるホヤバチューの森に似ているんだ。あの呪われた森に似てるのか。ゾーン3は、2016年8月10日に、一般人のライターピーナットとリサーチャー12億、3455万、4321によって発見され、このゾーンはゾーン1と同じく、ずっと夜の状態で、さまよい続けると突然気を失い、ゾーン3の最初の地点で目覚めるんだ。ゾーン1と同じ性質ってことは、意外と安全なんじゃね？ゾーン3ではトルネーズやアシッドレインズ、スマイラーズ、ゴーストが出現し、フローナーズもいるんだけど、このエンティティに限っては中立的な立場で、攻撃しない限り襲ってこないんだ。地味猛量にエンティティがいるな。ゾーン3では常識的な空間法則にのっとっておらず、常に変化し、樹木やその他の周囲が不自然に曲がったり湾曲したりすることがあるんだ。すぐに方向感覚失いそうだな。また、レベル6に似た突然の完全な暗闇の記録もあって、この現象が起こるとスマイラーズが流入し、多くの生存者が死亡してしまうんだ。ここで生存確率が一気に減りそう。そして、森の奥に進むと排水溝が現れることがあり、そこを通ると次のゾーンに行けるんだ。出口が異質すぎる。そして、ゾーン4、ザブーム。ゾーン4は、下水道のような空間なんだけど、水はすべて酸に置き換えられていて、壁は硬いコンクリートで構成されているんだ。閉塞感やばそう。ゾーン4が発見されるまでの4年間、
ゾーン3がこのレベルの終わりであると考えられていたんだけど、イモーロ .com とバックルームズ外176が、2020年9月2日にこのゾーンを発見したんだ。今から5年前くらいに見つかったのか。ゾーン4内では、探索中に天井が崩壊することもあって、酸が溢れてホールにこぼれ出し、その場にいる生存者を溶かすこともあるんだ。空間が殺しに来てる。また、空間内にはスマイラーズやフェイスリングズ、ハウンズ、ボイドベイングス、パーティゴワーズなど様々なエンティティがいるんだ。もう行かせる気ないだろ。次に、レベル志望にいるグループを紹介するよ。まずはゾーン1にいるグループ。MEG リサーチ&プロテクションベース。このグループはレベル志望を研究し、さまよう生存者を助けるために、視聴者を利用した31人の工作員で構成される全焼基地なんだ。頼もしい MEG 職員。このグループは友好的で、出口を知らせながら生存者に資源を与えてくれるんだけど、生存者は基地に入ることができないんだ。そりゃ機密情報とかあるからだろうな。ジオブリビオンアイ。このグループは、空港に住む61人の生存者のグループで、このグループは MEG と友好的なんだ。一般生存者グループもあるのか。このグループは、食料を生産するためにあらゆる種類の動物を飼育していて、誰とでも喜んで取引し、彼らに自分が役に立つことを証明すると、新しいメンバーとして受け入れてくれるんだ。メンバー加入の選考があるのか。ザ・レイダーズ。このグループは、他のグループを襲撃しようとする盗賊のグループで、襲撃者の正確な数は不明なんだけど、約200人の襲撃者がいると推定されているんだ。他のグループより倍以上あるじゃねえか。このグループが最後に活動したのは記事作成時から5ヶ月前くらいのことで、その時はジオブリビオンアイが被害に遭ったんだ。これはもう MEG 案件だな。次にゾーン3。MEG リスポンスチームゴストバスターズ。このグループは、12人のベテラン MEG 工作員で構成されていて、生存者がこのゾーンからできるだけ早く脱出するのを手助けしているんだ。めっちゃ頼もしい。でも、彼らもエンティティや他の敵対的なグループからの、絶え間ない圧力にさらされているのも事実で、限界ギリギリのところでグループを維持し続けているんだ。過酷すぎる職場。ザ・デスエイド。このグループは生存者を見つけ次第、殺人を行う謎の集団で、その意図は今現在もわかっていないんだ。こいつらがエリート MEG グループの手を煩わせてるのか。あと、ゾーン2やゾーン4にグループが存在しない理由なんだけど、ゾーン2では、資源の不足とザ行楽気ドーンズによる危険のため、グループの立ち上げができず、ゾーン4はお察しの通り危険すぎる空間なため、グループの立ち上げができないんだ。ゾーン4は分かってたけど、ゾーン2も意外と危険なことを忘れてたわ。最後に、レベル志望の入り方や次のレベルの生き方、それぞれのゾーンの入り方を説明するよ。まずはゾーン1。レベル11からルーマニア風の建物に入ると、レベル志望のゾーン1に行くことができて、MEG プロテクションベースに助けを求めたり、車の中で気を失うと、ゾーン2に行くことができるんだ。生き方のギャップがすごい。次にゾーン2。紙切れや木々の間をノークリップで通過すると、ゾーン3へたどり着き、建物や施設に入ると、暗い廊下に続くドアを見つけることができ、そこからザ・マニラルームに行くことができるんだ。ザ・マニラルームに行けるって珍しいな。お次はゾーン3。下水道を見つけると、ゾーン4に、廃墟と化した地下鉄を見つけることができ、その地下鉄に乗ると、ザ・ダークメトロに行くことができるんだ。ザ・ダークメトロにも行けるのかよ。そして、ゾーン4。ゾーン4で出口は確認されておらず、ここまでたどり着いた数人は、エンティティに殺されるか、餓死するか、発狂していて、ゾーン4で死亡、または発狂が確認されてない生存者は1人しかいないんだ。何者なんだ、そいつは。その人は今現在行方知れずとなっていて、脱出に成功した可能性も考えられるんだけど、おそらく見えないところで死亡した可能性が高いんだ。小さな可能性にかけたい。ということで、今回はレベル志望について解説したよ。レベル志望は、ルーマニアに似たような空間で、名前からして相当ヤバい空間だと思ってたけど、案外、ギリギリ居住できそうなところもあってイメージのギャップが結構あったな。ね。200回目の節目にぴったりだったでしょ？ミク。200回目は前回のエンディング集だぞ。